ピニャラマシュラです。ということで今回もスクボスやっていくんですけど、今回はこちらですね。直近1週間環境チェックということでやっていきたいと思います。はい、ということで、環境チェックの動画でございます。今週もやっていきましょう。で、この動画では攻略サイトの方を見させていただきながら、直近でよく使われてるヒーローがいないかとか、サブキャラ、パワーどんなのが使われてるとか、そういったところにちょっと分析していく動画になっています。こちらの攻略サイトのスクワットトラッカーというサイトについては、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。またスクワットトラッカーに関する動画も投稿してるので、そちらも概要欄の方からチェックしていただきますと嬉しいです。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということでスクワットトラッカーの方に来ました。こちらのメタスタッツですね。メタスタッツの方からデータを見ていきましょう。で、今回もちゃんと先週1週間でね、この7日間のフィルターをかけまして、期間としては9月の9から9月の15、ここの期間のデータを見ていきましょう。で、ここに書いてある通り、トップ1000と書いてあるんでね、グローバルのトップ1000なんで、ある程度スクバスを遊んでる人たちからのデータというところですね。で、おそらくこれ、スクワットリーグだけじゃなくて、エメハンとかのデータも、トップ1000のプレイヤーがエメハンとかを遊べば、そこのデータも多分ね、集まると思うので、どのモードでも、使われた数とかね、そういったのが表示されていると思います。まずはスクワディというところでサブキャラから見ていきましょう。で、項目としては、これバーバリアンをね、例に出してみると、7.8% っていうところなんで、全体の 7.8% 使われているよと。で、このカウントの方ですね。カウントの方が 13M ということなんで、使われた回数ですね。いうところで、使用率と使用回数みたいな感じだと思います。で、この緑の数字と赤の数字っていうのは、おそらくね、先々週ですね。なので、ちょうど9月の1から9月の8。この期間からさらに 90K 使われて、この期間は 13M ですよと。はい、というところで、K とか M とかちょっとややこしいですけど、大体緑の数字がついていたら、使用数が増えている、使用率が増えている。そんな感じですね。大体赤色だったら使用率が減っている、使用数が減っている。そんな感じだと思います。なので、このシェリーとかはね、使用率は下がってるんだけど、使用数は増えているみたいな感じで、多分ね、同じ人が使い続けたら、使用数は増えていくんじゃないかなと。そういった感じでございます。はい、ということで、サブキャラ見ていきましょう。ざっくりと気になるキャラクターをね、ちょっと見ていければと思うんですけど、バランス調整来てないんでね、特に先週と変わり映えないって言ったらね、それまでっちゃそれまでなんだけど、なんとか面白いキャラいないかなと思って。なんかね、アイスウィザードが謎に使用率も使用数も増えてんだよね。結構。どうなんだろう。スクワットリーグでアイスウィザード使う人ね、全然個人的には見かけないので、エメハンとかデュオとかそっち側の遊ぶ回数が増えて、そこでの使用数とかがね、増えている可能性もなくはないけど、もしかしたらね、スクワットリーグでも使われてるのかなとも思ったりします。どうなんだろうね。で、ペニーとかもちょっと面白くって、使用率は減ってるんだけど、使用数は増えてるので、おそらく、同じ人が結構使い続けてるんじゃないかなと思います。ペニー強いよねと思った人は使ってると。で、ペニーをやめた人もちょこっといるけどっていうところですね。そういった感じなんじゃないかなとは思っています。アーチャーとかもどうなんだろうね。一回使ってみて良さそうだって思う人はちょこっといそうではありますけど。はい、そんな感じなんじゃないでしょうか。先週ちょっと注目したテイルスですね。テイルスは、どうだろうね。使用率は増えてない、変わってない感じなんだけど、使い続けてる人は使い続けてるってところで、そこそこプラスになってるんじゃないかなとは思います。これが、もうちょっと長い目でね、1ヶ月、2ヶ月くらいで見たときに、使用のパーセンテージの方も伸びてくると面白いなとは思っています。で、あとは、グレッグ・メイビスが結構分かれてるよねっていうところくらいかな。グレッグの使用率、だだ下がりですよね。やっぱりメイビスじゃないとコイン回んないなとか、差つけられるなとか、そういったところですね。グレッグで立ち回れるのは立ち回りたいけど、やっぱね、メイビス使ってる人との差が激しいんでね、もう仕方なくメイビス使わないといけないと、そういった環境なんじゃないかなと思っていますが、その辺が数字として出ている感じですかね。サブキャラとしてはそんな感じだと思います。で、次にパワー見ていきましょう。期間は同じですね。で、ブレイジングレートが若干下がっておりますね。一番使われてるに違いはないんでね、これ、先週と比べてマイナス24って全然、減ってないっちゃ減ってない誤差の範囲ではあるんですけどね。違うパワーでもよくねって思う人も、若干編成によってはあるんじゃないかなとは思っています。で、あとメガ5も一緒ですね。メガ5の方がちょっと落ち率大きいですね。このメガ5使わなくてもいいんじゃねっていう人がちょっとずついるんじゃないかなとは思っています。で、パワー戦車ね。パワー戦車ってソニック編成でよく見かけるんだけど、この辺ね、ちょっと後から紐づくとこあるんですけど、パワー戦車も若干落ちてきていると。で、あとは先週注目したこのヒールパックだったり、スケルトンバレル、そして、スニークストライク。
この辺っていうのが、ちょっとはね、使われているプラスになっているっていうところも、徐々に伸びてきている。真白もそうなんですけど、スケルトンバレルのね、動画を先週ちょっとね、多めに投稿してるっていうのもあって、やっぱりね、攻撃系のパワー、メガ5とか使わなくなって、スケルトンバレルとかなんかそっち側を使うようになったので、全体的にそういったなんか傾向とかもあるのかなとは思っています。で、あとこの辺の下の方のパワーは結構誤差ですね。先週は巨大トレートちょっと注目したんだけど、そんなに使われる数も伸びなかったっていうところですね。強いて言うならガードクラブか。ガードクラブがちょっと数増やしてて、で、確かにスクワットリーが遊んでても、一人二人使ってるのね、見かけたことある。強いか弱いかでいくと、ガードクラブだからっていうのはね、なんか個人的には体感しないけど、ちょっと注目されてるかもしれないので、一回使ってみるくらいだったらね、面白いかなとは思います。っていうところですかね。あとでもほとんどね、使用回数見ていてわかる通り、圧倒的にブレイジングライトが使用回数ダントツで、その半分くらいなんでね、クローンニアトリとか、コインストックっていうのは。なんでほんと上位1、2、3、4、この辺あたりが使われてて、まばらなんだけど、タル爆弾とかホグラシとか使ってるかなくらいなんでね、ほぼこの上の4つのところでね、完結してるんじゃないかなと思いますが、ちょっとガードクラブワンチャン期待の星っていうところでね、注目していければと思います。あとはこのスケルトンバレル、スニークストライク、ヒールパック、この辺も引き続き伸びてくるかっていうのはちょっと見どころかなとは思っています。で、最後、ラインナップ見ていきましょうか。このラインナップの方では、フルラインナップってところで、アチャクイのこのレオンマックスのっていうのがやっぱ使われててとか、あとはこのサブキャラだけで見たときはどれが使われている、そしてパワーだけで見たときはどれが使われているっていうところがね、見れていきます。フルラインナップから見ていきましょう。アチャクイだけに絞ってみると、この54回もね、使われてるってところがあるんで、この編成が圧倒的に使われてますね。ダントツで使われてるよね。半分くらいの差つけての使用率ってところがあるので、着衣編成で悩んでる方はまずこれを使ってみるっていうのはおすすめかなとは思います。あとはね、自分なりの立ち回りがあるのかなっていう編成の形だとは思うんですけど、意外とやっぱね、アチャクイって X スナイプ打ちたいから、ウィザードが欲しいって思われがちだけど、実際一番使われてるのはレオンマックスの編成と。これ2番目なんかもね、ただメガ5に変わっただけってところを見たりすると、一緒のサブキャラの組み合わせとかなんだなとは思っています。次、ババキン見ていきましょうか。ババキンは、意外とでもね、使われてるんだね。38回、そして31回ってところなんで、使い続けてる人も、いるのかなと。で、耐久か。2番目に来てるのが、バトヒーとね、この回復2つのパワーで耐久して、で、編成の方に多分、ヘビーですね。ヘビーが入っていて、メガパンチだけでなんとかゴリ押すみたいな。耐久して、そういったね、編成だと思うんですけど、でも若干使用回数減ってるってところがあるんで、でもね、スパイクやっぱ強いからね、スパイク使ってると、マジでこの耐久ババキン、そんな怖くないんでね。アチャクイとかだとワンチャンね、X タイプ切らした時がっていうところあるんですけど、スパイクはもう動き止めれるんで、結構ね、タコ殴りにできるところがあって、若干見切りをつけた人もいるんじゃないでしょうかっていうところですね。でモーティス、これはちょっと面白くて、若干増えてんだよね、モーティス使っている回数っていうのが。若干増えてますね。これも一緒でなんか耐久系の編成にはなってるんですけど、モーティスってやっぱコウモリで回復、コウモリが攻撃するとモーティス自身が回復するので、耐久系が相性いいのかなとは思っていますね。ウィザードでモンスターチャージ投げまくってコウモリをめっちゃ出しまくってみたいな、使ってる人もいると。で、ロアキン。ロアキン一番使われてそうだね。いろんなやっぱレパートリーもあるし、使用数を見ても45、40ってところで、この辺の編成が使われていますが、アチャクイと一緒か。アチャクイと一緒で、レオンマックスのブレイジングコインストックとメガ5っていうところが一番使われています。やっぱこの足を速くするっていうのが一番強そうですね。でただ3番目に、ちょっと使用回数は落ちるんですけど、スケルトンバレルが入ってきてるってところがあるので、スケルトンバレルと相性いいんだなと思います。で、コメントでいただいたんだけど、このロアキンとスケルトンバレルの組み合わせで強そうだなと思ったのが、親衛隊とスケルトンバレルを投げておいたら、スケルトンがモンスター倒して、親衛隊がコイン回収みたいな感じで使いやすいですよっていうのがあって、それ確かに強いなと思ったんでね、ぜひロアキン使ってる人は使ってみてください。で、次がソニック。ここはね、やっぱ使われた回数多いですね。真っ白も一番使われているラインナップをそのまま組んで立ち回ったところめちゃめちゃ強かったっていう動画も先日ね、投稿してるのでそちらも見ていただきたいんですけど、この1個が突出して使われてますね。その1個下は17回っていう回数で、さらに使用数も減らしてるってところがあるので、ソニックはどうだろうね、パワー選手とかもね、あったりしたんだけど、そんなに使用数は伸びてないですね。減ったり、増えても1回だったりとか。なので、レパートリーはあるものの、ちょっと強そうなのはこれ一強っていうところが、なんとなく、感じられます。で、スパイクは、突出して1個が強いっていうわけじゃないけど、いろんなのが使われていて、クローンニャトリですね。
スパイクとクローンニワトリがね、やっぱ結構相性良くて、アチャクイの場合はやっぱアチャクイ自身の通常攻撃で火力出せるから、マックスでとにかく足早くしたいっていう感じだと思うんですけど、スパイクの場合は通常攻撃が結構ね、遅かったりするので、モンスター狩りとかの視点でいくと、やっぱりクローンニワトリの火力が欲しいみたいなところですね。足も速くしつつ、クローンニワトリで火力を出してあげるっていうところが、ぴったりとハマってるなとは個人的に思ってるんで、その辺が使われてる理由なのかなとは思っています。面白いですよね。スパイクの方は意外とクローンニワトリなんですよと。で、全体で見た時の先々週かな、先々週って確かね、ソニックが一番使われてたりしたんですよね。で、今週は、アチャクイが一歩、使われてるっていうところがあって、多分だけど、ソニックが増えたら、それのメタとしてアチャクイが増えてきて、で、またアチャクイが増えてくると、次なんかまたスパイクとかね、がまた使われるようになってっていう、その辺がなんかちょっとじゅんぐりしてるのかなとは思います。ただ使用回数だけを見るとね、意外となんかロアキンとかババキンとかも使われてるので、スパイクってそんなに入ってこないなっていうところもあったりするので、ちょっとモーティスも伸びてきてるってところでね。はい、そういった感じで。で、サブキャラだけに絞ってみたときも、ざっくりと一緒だよね。ウィズ、マックス、レオン、この辺が基本は使われてると思います。やっぱり火力系よりも、なんかサポートしてくれる足の速さだったり、パワーチャージだったりとかで、ね、サポート系が、基本使われてるのかなと思います。この辺は、特にヒーローだからこれっていうのは、あんまりなさそうですね。で、パワーに関しても、さっきね、フルラインナップで見たところが、そのまま反映されてるっていうのがあるので、基本的にはなんか変わり映えない。やっぱブレイジングレードとコインストックめっちゃ使われてるなっていうところあると思うんですけど、ただ、このパワーに関しては、やっぱりね、ロアキンのこのレパートリーが結構多いですね。12個くらいまでね、ロアキン入ってきてるし、ソニックも一応ね、10個、そしてスパイクの方も10個レパートリーがあるってところなんで、なんかちょっといろんなレパートリー模索している人はこの3体とか注目してみるといいと思います。アチャク意外とレパートリー少ないんだよね。はい、ということで、今回はこんな感じでいかがだったでしょうか。先週1週間のデータを見ながらダラダラと喋っていきましたが、今週1週間ですね、9月の16に入ったのかな。今週1週間ちょっと注目しておきたいなっていうところとしては、サブキャラで行くと、個人的にはやっぱペニーとか気にしているし、あとはテイルスの伸びっていうのは引き続き見ていきたいところ。で、アイズイズ、お前はほんまにそんな使われてるんかっていうところもちょっと来週ですね、気にしたいところですね。この使用率がまたさらに伸びるのか、そして減ってくるのかっていうところで、たまたま増えたっていうところがね、あるかもしれないのがちょっと気になるところではあります。で、パワーに関しては、ブレイジングライト、クローンニワトリ、コインストック、この辺がいつも通りなんだけど、引き続きこのスケルトンバレルとかスニークストライクとかこの辺ですね。あとヒールパック、この辺が根強くなってくるのか、ホグラッシュとかね、タル爆弾とか、この辺の数字に追いつくのかっていうところが、見どころですね。スケルトンバレルとか、スニークストライクとかは、1回使用回数300台とか乗ってきたら面白いね。注目しています。その他、ガードクラブか。ガードクラブだけはちょっとね、1個見ておきましょう。で、ラインナップとしては、またね、アチャクイとソニックのこの1位と2位がどれくらい使われが変わってくるのかってところで、先週はソニックが使われたから、そのメタとしてアチャクイがまた一歩前に出たのかなっていう、誤差ではあるけどね。誤差ではあるけど、そういったところがあるのかなと個人的に思ってるので、またこのアチャクイが増えた時に、どのキャラが使用数を増やして、アチャクイのメタのヒーローって何なんだろうっていうところをね、来週ちょっと確認できたらなと思っています。ということで、皆さんの方でも何か気づきがありましたらコメントお待ちしております。このサブキャラ実は使用数結構増えてないんですかとか、そういったところですね。はい、というところで、良ければ高評価、チャンネル登録もお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。